くさくの泥水のメコン川に入ってみんな水浴び一通りもう食べ尽くして、圧倒的にまずかったですね。日本と同等の品質を目指すフルーツトマトの市場を作っていこうというのが当時の。本日はコラボ企画として美人トマトの迫田さんをお呼びしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジャパンアグリチャレンジアジアとジャパンアグリチャレンジタイランド2社の代表をしています迫田と申します。タイ国内ではですね、美人トマトっていうブランドトマトの生産と販売をしている会社になります。もともと2015年にですね、私単身こちらで来まして、会社を27歳の時に立ち上げて作った会社なんですが、その時から今7年目に入るんですけども、一貫して日本品種のミニトマトをタイ国内で生産して、主にタイ国内とあとシンガポール向けに輸出をして販売するという仕事をさせていただいています。私自身は今34歳、東京都出身なんですけれども、東京生まれなので全く実は農業とは縁がなくてですね、家族の中にも親戚の中にも全く農家さんっていうのはいません。ちょっとあるきっかけがあって、海外で生活している中で農業に目覚めまして、突然タイでトマト事業を始めたというのが27歳の時になりますね。そこからなんとか7年間頑張って突然なんですやってました突然だったんです今回なぜタイでトマト事業をされてますか？タイでですね、トマトになったんですけれども、最初は実はラオスでイチゴをやろうとして立ち上がったプロジェクトです。24、5歳の時にですね、ラオスでその当時は住んで仕事をしていたんですけれども、電気がない非電化の島でですね、小水力発電所を作る仕事っていうのをその時はしてました。最初の方めちゃくちゃ楽しいんですけど、200メートルくらい水路をですね掘っていくんですけど、重機ないから手作業でツルハチでキンキンやりながら岩を砕いていくんですよ。しかもメコン川の中にある島なんで、ラオスって内陸国じゃないですか。海ないからメコン川の中にいっぱい島があるんですね。なんだけどもう岩なんですよ、ほぼ島って言っても。だからもうちょっと掘ったらもう全部岩なんですよ。それをツルハチで砕いて手で運び出すみたいな現場管理なんですけど、ほぼもう土木作業の日々みたいなのを僕とタイ人とネパール人と、ラオスの人たちと島の人たちですね、と一緒にやってたんですね。飽きてくるんですよ。最初1ヶ月くらいめちゃくちゃ楽しいんだけど、すぐ飽きちゃって、すぐというかっていうのはもう単調な生活なんですね。昼光があるうちに重作業をして、重労働して、日が暮れる頃になったら電気ないからもうダックダクの泥水のメコン川に入ってみんな水浴びするすごいですね。もうそれはほいで終わったら日暮れてくるから、灯油ランプ焚いて、でその元で飯食って、でみんなで、タイでちょっとローカルに入った方だったら分かると思うんですけど、もうみんなでそのショットグラスにラオラオっていうその地元でもう自分たちで作ったような蒸留酒入れちゃって、それを飲みまして、酔っ払ったら寝るみたいな生活になるんです。そういう経験結構あるんですけど、僕のいる島もそうだったんです。それでそんな生活でやってる間は最初は楽しいんですけど、だんだんなんか単調になってきて、なんか楽しいことないかなと思ってたら、地域の人が顔に合ったもち米ですね、あれを作ってるのを見つけて、いやこれ手伝ってみようかなと思って手伝ったらめちゃくちゃ楽しくて、もう初めて手伝ったその時にこのすごい楽しさと爽快感、終わった後の仕事の、で、いやなんかオフィスワークとかなんかそういう仕事よりも僕はこっちの体を動かして土と触れて大空の下で汗かいてみんなでわーっていう仕事の方が楽しいし、どうせやるんだったらこういう仕事一緒やってたいなっていう気持ちに25くらいだったんで一気に行きまして、それで農業の世界に入ろうと決めたんですね。だから当時は農業ビジネス云々とかどうでもよかったし、別に考えてもなかったというか、ただ農業楽しい、やってみたい、触れたことがないしその世界で、ついでに言うとラオスめっちゃ好きだし、ラオス人大好きだからラオスで農業やっちゃおうって、もうその24、5の時にその日に決めちゃったっていう感じですね。それが農業に決意した日だった。そう、それが決意した日、もう勢いです。だから特に後先何も考えてなくて、農業楽しい、ラオス最高、ラオスで農業っていうだけです。それすごいですね。その決断というか覚悟というか、もうそれが今につながっていくわけですね。覚悟でも決断でもなくてですね、ただやりたいっていうふわふわっとしたね。まず全然ちょっとすみません、タイに全然ついてないですけど、それが農業に至った経緯ですね。その後にですね、一回日本に僕帰って、太陽光発電、メガソーラーの発電所を作る仕事をしたんですよ。1年半2年弱くらいですね。
でもその間に、実は農家の友達僕いないんですよね、はい、全然農家のつながりがないから唯一見つけたのが大学時代の一校上の先輩、これが長野県の飯山っていうところで、はい、ご実家本家のご実家を継いでですね農業をやられてるっていうのを知って、すぐ連絡して、ラオスから帰るんで話聞かせてくださいって言って行ったんですけども、はい、そこで実は僕はラオスで農業やりたくなったからラオスで農業やるんですくらいの勢いで言ったら、先輩もミャンマーの方で今土地探しててミャンマーでやろうと思ってるよって話の中でじゃあ一緒にやろうかっていうところから実は始まりました、はい、でその中で、僕は農業素人なんで、太陽光の仕事やりながら、はい、その先輩のもとに新幹線で毎週通って学ばせてもらって作業手伝って、はい、でやってる中で先輩の方が土地探しなんかを海外でしたんですけど、ラオスいいじゃんとなってラオスでいろいろ探していい土地は見つかったんだけどいろんなハードルがあってですね、はい、例えば土地すごくいいんですが標高が高くて平坦なところいっぱいあるんですけど物流がいまいちなんていうか冷蔵物流が発達しなかったり、はい、道路の整備がまだだったり、あとはラオス国内に市場が少ない、はい、っていうのがあって人口も少ないですし、ビエンチャンって都市に集中したりして、所得も低い国なのでなかなか農業の市場として内需を見込めない、あとは外貨の持ち出しが難しいとか、はい、いろんなその条件があってなんか僕らみたいな農業スタートアップがいきなり行くには超ハードル高かったみたいなところに至ったんですね。でそれで周辺国で、じゃあまず市場をしっかり見極めていこうというところで探した中で当然出てきたのがバンコクだったんですよね。でマーケットとしてはやっぱり在留邦人の数がものすごく多いですし、さらに魅力的だったのが日系じゃないんですけど和食店、はい、日本食店の数が当時から2000店舗あったんです。しかもトレンドとかではなくて、はい、もう定着していてタイ人の日々の食生活の中でも馴染みがあるという話があったんで、これはもっと伸びるなと思ってたら今4000店舗倍増ですから、はい、日本食材の市場もあるというところが見えてきて、じゃあこれはマーケットとしてはバンコクだね、タイだねというところになったんですね。これがタイにした理由です。なぜトマトかなんですけど、タイに来てみてじゃあ農業事業をやるって言うと、はい、僕らはもうただ仲卸さんになって流通するよっていう事業ではなくて、はい、農家として農業者が主体になって農業をやっていく、実際にトマトを作ってるわけです。そうです、はい、農業事業を生産者としてやっていくっていうスタンスの会社なんですね。で自分たちで作ったものを自分たちで流通して自分たちでお客様まで届けるっていうのを一貫してやってきてるんですけども、はい、一番最初からそれをずっとやり続けてます。どんな作物にしようかなっていうところで、最初ラオスでイチゴって言ってたじゃないですか、はい、で調べてみたら確かにローカルの美味しいイチゴは当時、はい、2015年僕こっち来たんですけどなくて、はい、調査してるのは2014年ですね。イチゴは日本からの輸入品、美味しいものは高いけど、入ってきてるっていう状況だったんですね。なるほど。で他の野菜も一通りもうスーパーとにかくいろいろ行って一通りもう食べ尽くして何があるかなというのを見てたら圧倒的にもうまずいのが圧倒的にまずくて日本と差があるのがトマト。なるほど。もう圧倒的にまずかったんですね。なるほど。それ分かります。なんかちょっとニュアンスはすごい分かります。はい、そうなんです。はい、だから糖度も低ければ、旨味もなければ、はい、皮も硬ければ、はい、無味なんですよ。無味無臭みたいなトマトしかなくて当時食べてみたら。それを見た時にこれは もったいないなというのがやっぱ率直な感想ですよね。はい、だってこれだけ世界中で栄養価も高くてしかも美味しくて生産高で言ったら多分主要穀物を除いたら野菜の中では生産高多分一番多いと思うんですね。当然米とか小麦とかは除けますけど、それくらい世界中で食料として重宝されてる食材なのにタイではまずまずい。で、タイ人に聞いてみたら友達に、みんなトマトを生で食べるの嫌いって言ってるんですよね。で、理由も普通にシンプルで、はい、タイのトマトまずいからって美味しくは美味しい目じゃないですもんね。はい、でごくごく一部日本とか外国に行ってトマトを食べたことがあって、いや、日本のトマトとイチゴは衝撃的だったみたいな人たちいて、その人たちは美味しいトマトを食べるんですけど、だけどローカルのトマトを食べない。はいなぜなら美味しくないからみたいなのが見えてきてそっかと調べてみたらタイ料理全然トマト使わないんですよ。確かにそう全然使わない、思いつきますなんかトマトがメインのタイ料理。トマトがメインのタイ料理、いやだってそうですね。なんだろうだってカプレーゼとかあるのも全然違うですね。カプレーゼもイタリアンアラビアータとかも違いますもんね。トマトメインの料理自体はそんなにない気もしますけどないんですよ。ほぼないんですよね。ないですよね確かに。で僕が把握してる限りは2個あって、
ナムプリッコーンっていう北タイ料理、はい、なんかねタイのミートソースみたいなので野菜ディップしてつけるんですよ。それはまあトマト確かにメインなんですね。あともう一個ナムニャオかな、麺類なんですけど、北の辛そうなフォルムしてるやつですよね。そう辛そうなフォルムのトマトスープみたいな、あれはトマト結構ちゃんと使うんですけど、まあそれぐらいかなっていうのがあって、他の料理だと例えばタイの代表的な料理だとソムタム、パパヤサラダですけど、あれに必ずトマト入ってるんですけど、緑だったりとか、あとは赤いトマト入ってることもあるんですけど、基本的にあれって別に旨味として使ってないんですよ。なるほど。酸味として入れてるらしくて、トマトの美味しさ糖度とかは問わないんですよね、基本は。なぜなら味の素を入れるからそうなんですね。なぜなら味の素入れるんで旨味十分なんですよ。なるほど、そこで旨味カバーしてる感じですね。旨味十分。あと干しエビとか旨味食材なんですけど、まだトマトは別に旨味の食材として捉えられてないんですよね。色味とか酸味みたいな。消費量もすごい低いんですよ。1年で1人当たり2キロくらいしか使わないんですね。そうなんですね。日本人は9キロとか10キロとか食べる。5倍ぐらい。そうですね。とにかくまずいしとにかくまずいんですね。大量で使わないし消費量が少ない、でちゃんとスーパー見てみたら輸入品はあるんですよ。今実は禁止されたんですけど、日本からのトマトの輸入、これは今もうないんです。だから日本のトマトってスーパーに並んでないと思うんですね。だけど当時はまだあったんですけど、ものすごく高くて味もいまいちっていうのが多かったんですよ。なんでかつローカルを見てみたらめちゃくちゃ安いんだけど美味しくない、皮も硬いっていうのばっかりだったんで、この間にあるものがないんですよね。中間価格帯で品質がいいっていうのが、なので僕らが目指したのは日本と同等の品質を目指すフルーツトマトの市場を作っていこうというのが当時の最初にトマトを選んだきっかけですね。だからここの市場にまだチャンスがあって、誰もやっぱり栽培技術難しいこともありますし、フルーツトマトってものが存在してない市場だったんで、美味しいトマトさえ作ればまずいから嫌いなタイ人の方々は食べれるようになって、この健康にも美容にもいい食材をタイの皆さんに広く届けようというところでトマトになっていったという経緯なんですね。なるほど。ちょっと長くなりましたけど、もう壮大なストーリーがありましたね。ここ 1,2 年で、美人トマトもすごく皆さんにタイ在住者の方であれば、すごく皆さん知っているトマトだと思うんですけども、その中で美人トマトがここまで来るまでの道のりの中で、大変だったこととか、アクシデントとかっていうのもたくさんあったんじゃないですか？そうですね、めちゃくちゃありました。めちゃくちゃありました。